学道場。どうかっこいい。どうもう好きだね。この今聞いてたのは実ははいこれなんだよね、カセットテープ1992年のもの。これはだからワンマンズドリームが88年に、オープンしたのね。このショーが始まったってこと。そうそう、これを僕がスコアを書いたのが1988年うんで、1990年に、2年やったあたりかな、そのあたりで一回リニューアルをしたのね。そこでもうすでにしてるんだ。そうそうそう。あそれであえいうとかマジックミラーとかは90年からなのよ。あそれは知らなかった。でその時に確かねオープンして88年にものすごく評判が良かったの。なるほど。で、90年にリニューアルしてるってことは、89年にもう一回打ち合わせに行ってるはずなんだよね。アメリカまで。アメリカまで。おでその時に僕はアメリカ版のワンマンズドリームを見てるの。つまりあまりに評判が良かったんで、はい、おそらく次の年にもうアメリカでやってるんだよね。でもその時は僕はもうね鼻高々っていうかもうでしょうね。もう幸せいっぱいな感じになっちゃって見たかったな。ただねその後すぐねディック・トレシーっていうのがね、ブームになったのよ。それはショーの名前？ショーの名前と映画の名前ね。ディズニー映画だったってことだよね。あれディック・トレシーっていうのが、すぐ流行っちゃって、ワンマンズドリームはアメリカではなんか半年ぐらいでクローズしちゃって終わっちゃった。でもワンマンズドリームの人気もすごくあった、もうカーテンがバーって開くじゃん、その時もはや総立ちになってうーだタララララララフィフィーダラララワンマンズドリームイエーイっていう感じで、僕はゆり子と2人で見に行ったんだけど、一番後ろの、席とか立ち見で一番後ろからやったぜみたいな感じで、もうみんな騙されて、俺作った俺書いたんだよこれとか言ってみんな騙されてるとかって思いながら、騙されてはないけどでも素直になんか心が動いた時は、本当に素直に反応してくれるっていうか、盛り上げてくれるんでね。でもショーの国だよね。そうだね、忘れもしないワンマンズドリームの話を今日はいたします。ドドン。さてじゃあね、前半はそのワンマンズドリームという曲が、曲がショーというよりもその曲がどういうふうに作られたかっていうプロセスを皆さんに説明して、それから中盤以降では曲のこれがどういう曲かということを改めて、自分のやったアレンジも含めて、音楽的にちょっと解説してみたいと思うね。それじゃあそのプロセスの話だけど、なんと最初に、バーネット・リッチーさんとブルース・ヒーリーさんがこの曲を書いたわけなんだけど、で書いてるところに僕はずっといたのね。その2人は作曲家？いやブルース・ヒーリーさんは作曲家です。でディズニーランドの、本家ディズニーランドね、アメリカのね、カリフォルニアのアナハイムのディズニーランドの音楽責任者というか、なんていうのかな、そのライターが何人かいるはずなんだけど、ライターっていうのは要するにアレンジャーね。お抱えの。そう、その人なんていうのかな、音楽主任みたいな感じの人がブルース。なるほど。でこの人がサビを作ったんだけど、メインのモチーフを作ったのはバーネット・リッチーさんっていう、なんて言ったらいいのかな、彼女の役職は演出家だね。演出家。そう演出家で振付師で、もともと彼女はダンサー&シンガーだったから、
歌もものすごく上手くて、なるほど。でそういう素養もすごくあるというか、うん譜面もちゃんと読んだりできるはずなんだけど、うん、このワンマンズドリームをバーネットさんが最初のこのフレーズをね、うん、考えた時は、いや違うね、彼女は譜面が書けないから僕は書いたんだね。それはだから彼女が歌ってるのをソルフェージでアキラさんが書いたってことですか？そういうことそういうこと。お最初ショーの打ち合わせに行くじゃん。行きますね。はい、そうするとまずこういう曲から始まるのよ、アキラ聞いてっていうわけ。アキーラ？アキーラ。アキーラ。向こうの人はアキーラだからね。アキーラ。アキラってね、なんか殺し屋かって思ってたけどアキラって言って、これ聞いてって言って、彼女はまあ譜面じゃなかったわ。そうじゃなくてノートだったね。ノートを広げて彼女の振り付けのアイデアがぎっちり書かれたノート、振り付けのね、そう振り付けの、演出ノートっていうの、演出のノートにボールペンで殴り書きがしたのが歌詞だったの。でちょっと聞いて。When men's dream, his visions, na 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 ちょっと待ってもう一回歌って。When men's で僕はそこはピアノがあったから、そこでピアノを弾きながらこの音だよね、この音だよね、ダラララララララ、そのメロディー変じゃないみたいな。いやつまり彼女は単旋律でしか歌わないから、どういうコードの感覚でどういう和音で歌ってんのかは全然そこ分かんないわけで、このメロディーって正直言ってコードがもっと単純だと、ちょっとね何この曲みたいに感じてしまうような、なんて言うんだろうな、なんかでも彼女の中ではすごくゴージャスなコードがどうも鳴ってるらしいとそういう感じで聞こえたんだろうね。でも背景を知らないコードが聞こえてないアキラさんからしたら、その旋律何みたいな感じ。最初ちょっと戸惑ったの、だっていきなりさ、こうでしょ、みんな曲を知ってるからさ、この和音だってこのキーだって分かるじゃん、だけどいきなりこうも聞こえるしまあ単純に言ったらこうも聞こえるわけじゃん、ね、ファーどうだもん、いやファラドかなって思っちゃうそっから始まりだったのよ。だからでもなんかバネットがまだそれのアキラなんとかそのテンションじゃないみたいな、もっとテンション高めみたいな、そうダララ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 とかこの辺なんかもう結構テンションのね高い音じゃないですか、で次今度転調してダララ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 、この曲は一体何なんだろうっていうことをこうちょっとなんで俺がこれを財布してんのみたいにね思いつつ、確かにでもそっちだみたいなのがあって、だんだん分かってきて、これ結構かっこいい曲かもしれないっていうことは徐々に分かってくるって、そういう雰囲気だったと思うね。そのことにもう半日かかってたの、この曲がコードがどうだって。そうこうしてるとブルースが2時間ぐらい遅れてきて、部長が来てサビができたってサビができたって言って、この背広の胸ポケットからこれをフィッて出してそれでタラーとか言ってね自慢するわけで、彼はこのメロディーを一応ここまでは前の日に僕が解析したやつを聞いてたわけね。で僕が一生懸命解析したのを、バーネットさんの解析したのを僕が聞いてた、そしたらブルースはそれを聞いてて、そのサビを作るっていうのはバーネットはブルースに頼んだわけよ。なるほど、後半を。そしたら次の日タラーってできたって言って、お姫様のとかね、A prince can meet とか meet a princess in a land so far away ってこのところを書いてきたわけ。で得意になってね、ブルースはね、今度はブルースが自分でピアノを弾いてラララララティリリ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 ラ
でマーペットなんだって、お人形なマーペットが元の歌詞なんだけど、そこに来たらマーペットルルルルンちょっと短いわねみたいな今度バーネットが何遍そこやってもね、バーネットはうんって言わないの。それでブルースはねタラーってきたんだけどもうだんだん鉛筆舐めながらこうやってって消しゴムでこういうのどうだって言って、で結構すっごい消し跡すごいでしょこの紙。確かにすごいこれこれその時書いてたやつなんだけどこれ絶対10回ぐらい消してる10回ぐらい消してる。でごめんじゃあ明日また来るわってブルースはそのまま書いてタラーって来たのにそう書いてタラーって来てまたそのまま引っ込めて書いてってで次の日また同じ時間に来てタラーって出してそれでまたどうもここが盛り上がんないとかって言われてんの俺はなんか鼻くそをつけながらって見ててまあ要するにねこの曲生まれるのに、その結構みんなの知恵を寄せ集めて寄せ木細工みたいにして作った。もちろん骨子はやっぱりバーネットのこのなんとも不思議な魅力的なメロディーどこにもないこの旋律によって生まれたわけだけど、結構ねこの曲を作ったっていうのはみんなの合作というか。いやそんな背景があるとは知らずに。そうなんですよ。よっじゃあこの実は番組は、難しいタイトルなんですよ。免疫力アップ一人音楽道場自作品解説その2っていう番組なんですよ。長いね。しかも発音しにくい、自作品解説っていいかな、だからちょっと今日はね突っ込んで、このメイキングの話も、いいんだけどもうちょっと専門的に突っ込んだ話をしてみたいのね。じゃあ、せっかくなんで、もうちょっと突っ込んだ音楽分析をしますけど、今まさに弾いたところです。このメインのメロディーね、バーネットさんが作ったメロディーを改めて音符の通りに弾いてみますよ。どこまで行くのあんたって思わないこれ。どこまでも登ってくみたいな。そうなのよ。最初に彼女が歌ったのはこの音だね、そこからもう1オクターブ飛ぶとこから始まるわけです、となればさこれが低い音で、これむしろ高い音かなと、これが真ん中の音かなと思うじゃない、ここで高いはずのファの音を3度超えてラララロソラまで行きました、さっき始めたファの音はこの音、ね、で途中はで最後は、つまりいきなり歌い出しの4小節で2オクターブいくわけよ。そんなメロディーはね普通は歌にならないんですよ。いや歌えないもん。そう歌えないってことは歌にならない、ところがなんかこれ歌いたくなるようなメロディーというか、ただしこのメロディーを本当に歌として成立させるには、コーラスが必要だっていうそういうメロディーなんだよね。一人じゃ歌えない。一人じゃ歌えないから、歌いっていう上は歌えないことはないけど、ふーって低い音からヒーっていう音まで出さなきゃいけないでしょ。だからなんかそういうことを狙ってるわけじゃないじゃん、もっとふくよかに下から上までこんなにゴージャスに網羅するっていうのはやっぱりこれコーラスにでなければ歌えないメロディーだよ確かに、っていうことなんだよね、それがこのメロディーの正体です。
こさてそれからね、こっからちょっと自分のやったアレンジの、自慢みたいなことなんだけど、どうぞ。今回ピアノにアレンジしてくれたっていうのもあるから、はい、かなりチコはもう熟知してるじゃない、このアレンジを、ね、それで、そういうなんか聞きどころっていうものがあったらチコの方からも言ってほしいんだけど、はい、どんな感じですか、私のアレンジがどんな風に感じましたか？いやこれアキラさんがアレンジした時、アキラさんは30ちょっと前ぐらい、年齢的にはね、たらー26歳恐ろしい26歳あ、27歳になってる。7歳。いや、思ったのが、攻めてたね何、たくさん詰め込んだものがあるのに、ページをめくっていくと、もっと詰め込んであってでどんどん転調していくでしょ、もう自分で弾きながら、本当にこの和音で合ってるなみたいになりながら、なるほどね、書いてたんですけど、詰め込んであるっていうのはそのアイディアが詰め込んであるってことだよね。アイディア、そうアイディアももう和声のコードもだし、和声の進行もそうだよね。具体的にそれって言ったらちょっとね、思い出したら言ってほしいんだけど、僕からのセールスポイントねでその辺をチコがどう思ってるか、あるいはそのこれまでファンというふうに、思ってくれてた、聞いてくれてた、ショーを楽しんでくれてた人がそこをどう思ってたかは僕は分かんないよ。で一つはね、コーラスアレンジにあるのね。ちょっとこの不思議なコーラスどうですかね。最後のところもこうぶつかってるわけ。次の一つ前もこのぶつけ方はなかなかないんだよ。いや、こんなの見たことない。普通だったらどうかっていうのを弾きますよ。これが普通なんです。ディディディナナって男性がハモる。これはなかなかね攻めてます。いや、だからちっちゃい時から私はこの曲が大好きで、もう何百回も聴いたけれども、聴いてた時は違和感ゼロなの。そうだね。すごい楽しいし、なんか変だなと思ったこともなかったんですけど、今回初めてこのスコアを見て弾いてみたら、ピアノの鍵盤上で違和感しかなくてそうでしょこれが混ざったらもちろんベースのラインや弦の和音と混ざるとものすごく綺麗だっていうことが分かってくれた。分かった。分かった。ただそれだけ弾くと、これ本当に私調合忘れてないとか、音間違えてないっていうのは随所に感じるわけだよね。ずっとそれはありましたね。でそれはねどこで学んだかっていうと、実はね、この書き方、ちょっとわざとずらしてるってわけじゃなくてね、なんて言ったらいいんだろうな、女性がこの辺にいます、でオクターブ下だとこうです。そうですね。それより男性ちょっと高いとハモりやすいんですよ。普通はそう書くもの、だけどあえてオクターブだとこうです、この下にいるっていうのがねすごい素敵だったり、王子様のとこもそうなんだけど、タン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 タタラララポン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 って男性は下の方からトン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 って上がってきたり、そういうあたかもバイオリンがメロディーを伸ばしている時に、ホルンが下からポンポンポンってくるような、そういうねなんかこう
普通の人の声だっていう認識をちょっとこう超えたような声の書き方っていうのを僕はトム・ベイラーっていう人から学んだんです。トム・ベイラー、これちょっと覚えておいてね。トム・ベイラー、トム・ベイラーさんの書いた、ディズニーランド is your land っていう確かメドレーだったと思うんだけど、ちょっともう30年ぐらい前のことだからうる覚えもっとか35年ぐらい前のことだから、もう間違ってるかもしれないけど、そのディズニーランドの仕事を始めた時に、渡された譜面があったの。こういうふうに書いてくれっていう見本のようなものよね。でそのなんかねファンタジーランドの前でやってたショーの、まあ素敵だったんですよ。その時のコーラスアレンジが本当に素敵で、これはもうあまりに専門的なんでね上手に、具体的にはなかなか言いづらいんだけど、今言ったような普通ボイシングってこうだよねって僕ら当たり前に思っちゃって、僕らっていうのはそのバンド経験者とか、あるいはクラシックのハーモニーを、学んだ人が、普通テノールはこうでしょ、ソプラノがこうならテノールはこう来るよねっていうのを、またなんかちょっと盲点をついてね、脱法な感じっていうのっていうのかな、こんなこといいんだみたいなことが、それがまたすごくおしゃれに響いて、ハイセンスというかそういう書き方をしているショーだったんです。でそれを僕らはもう本当にもうバイブルのようにもう熟読してというか、もうなんていいんだろうって思いながらもう身もだえしながらアレンジに取り入れたというか生かしてたというか、それを学んでたのね。でその数年後ですよ、トム・ベイラーの名前をもう何千万人の人が目にしてるんですよ実は。嘘。さっきあんたたちなんか体操してる時音楽かけてやってたでしょ。体操してマイケル・ジャクソンの曲かけてたでしょ。We are the world。 お家にレコードがある人は、ボーカルアレンジトム・ベイラー見てくれその人なんですよ。難しいアレンジね。要するに何が難しいかっていうと、 We are the world はだってボブ・ディランからスティービー・ワンダーまで歌うわけだよ。そうみんなね、いろんな意味でいろんな人が歌うわけじゃない。いろんな人がね、男もいればロックの人もいれば女の人、いろんな声質もあるし、そうあんなもんキーが変えないで全員が歌えるわけじゃないじゃない。でも歌ってたじゃない。鳥肌なぜかっていうとトム・ベイラーが全部この人はこのキーでこのフレーズ、この声はシンディ・ローパーが出るからこのところっていうふうに全部のボーカルアレンジをしてるから、あれはうまくいってるわけよ。今年一番びっくりした。本当そういう人が実はそのコーラスグループを自ら歌うコーラスグループを持っていって、スタジオミュージシャンだよね。昔はカーペンターズのサイドボーカルもやってたっていうのをなんかで読みました僕、資料で。でその人がディズニーランドのコーラスを書いていた。つまり僕らがディズニーサウンドって思ってるものは結構トム・ベイラーのサウンドだったんだよね。だからどことなくさ、カーペンターズもちょっと匂わない？確かに、で実際カーペンターズもディズニーランドでデビューしたし、デビューかどうか分かんないけど、売れてない時に彼らはあそこのステージで毎日歌っていた。なんかね全てがつながるんだけどね。でも確かに「We Are the World」とディズニーの曲もつながるね。イメージ的にね、同じ方向にいるよね。向いてる。よっ。でもう一つはね、その26歳ってことは、まだ俺は芸大は出てないんだけど入ったけどね入ったのは20歳だったからで171819が違う171819で20歳で入ったのかな。だからその3年半ぐらいかな、もうみっちり和声と大砲とそなたの勉強ばっかりしてたわけ。浪人してたからね。浪人してたってことね
一言で言えよってだからその時のこだわりっていうのはやっぱりモチーフなんですよ。そうか、そなた形式の展開部を描くっていうことが一つの大きな山だったのね。そこにロック少年はトライしてたわけだ。だからそのなんていうの片鱗というのこういうの、それがね随所に見えるんでなんか、笑っちゃうんですけど、例えば一番それが分かるのが、一回ほらマンズドリームって歌った後でレインボーのカラーになるじゃない、その瞬間ね、あれがこの次というメロディーに対してワンマンズドリームが低音から中音、低音こうやり取りがあり、それがトントントンタンタンタンパ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 ンってなんていうかな、開演のベルが鳴るっていう感じ、タン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 っていうコンサート始まる前、そう開演のベルになるっていう、それはそういうところに僕は官能を感じてたっていうか、ある種のエモーションに近づくんですよ、そういうことが。それはわかるでしょ。わかりますね。現代音楽なんかもそういうことを研ぎ澄ましていったところにあるんでしょ。そういうものもあればそうじゃないものもあるし、そうか、いろいろです。そうか、でも歌心としてのエモーショナルとはちょっと違うところなんだけど、なんてこの構築物はよくできてるんだろうってこう支え合ってね、これが一本崩れたらもうバラって倒れちゃうような、そういう無駄のなさ、気がついたら会場のベルが鳴って、次の場面に行ってた、運ばれてたっていうね、知性と心のこのエモーションとそのソフィスティケートってな部分を両方同時に持ってかれる。で聞いてる本人は気がつかないで持ってかれてる。そうなんですよ。それがね、僕はもう一番言いたかったことなんだけど、今回ね言いたかったことなんだけど、そこにこだわってたこの青春の一コマをねこの筆に感じる。聞いてた時は本当に何にも知らないで、夢の塊だと思って聞いてたの。そうか。夢しかなくて、もうずっとニコニコして聞いてて、そうだよね、楽しかった曲しかないのに、いざアレンジしてみたらもうみたいな、ありえないことばっかり続いてるし、構築の裏側を知った時にものすごいびっくりして、これアレンジした時が1週間ぐらいかかったけど。ピアノに直すのもそんなに時間かかってたの？まず勉強から、まずスコアリーディングをしたらびっくりして、そうだよね、大変だったけど勉強になったですよね。じゃあそのチコさんが1週間かけて、僕が10日間かかって打ち合わせした、この曲だけに10日じゃないけど、作ったショーのアレンジにやっぱり僕も1週間ぐらいはかかってると思う。10日ぐらいはかかってるんじゃない、この曲だけにしてもね。でそれをまた1週間かけてアレンジしてくれた、曲を皆さん多分もうすでにお聞き及びだとお耳に入っていると思いますが、お耳に入っていてほしい、ですが、じゃあ、それをピアノデュオで、この人が編曲しました。親子で演奏しました。ではそれを今一度聴いていただきます。はい、どうぞ。